はい。はい、それでは時間になりましたので、災害の環境史の4回目を始めたいと思います。この授業を担当している人文科学研究所の瀬戸口です。この授業始まって、来週までですね、3週間が経ちましたけど、始まった頃とはだいぶコロナをめぐる状況も変わってきたなという感じがします。ただ、私の、授業の最初の話の想定内というかですね、基本的に枠組みを変える必要はないと思いますので、基本的にこのままで進めていきたいと思います。では今日のテーマに移っていきたいと思います。スライドをお願いします。はい。ここまで3回お話してきました。最初の2回は、コロナと 3.11 という2つの私たちが経験した、身近な災害について考え直すということをして、前回ちょっと害虫というですね、ちょっと変わったテーマで、歴史的にかなり遡って考えてみるということをしました。で、そこで、ちょっと質疑応答でですね、現在のコロナとの違いというのはちょっと話題になったんですけれども、その質疑の中で、こうなんじゃないかって答えてくれた人がいて、害虫の場合には私たちの外部にある存在を、モニタリングしながら管理していくというものなんですけれども、コロナの場合にはウイルスは私たちの体の中にあるわけですから、私たち自身を管理しなければいけないと。そういった違いがあるんじゃないかという話がありました。で、今日はですね、やはりその、コロナやウイルスと同じように私たち自身を管理している世界というものを考えていきたい。そこで作動している科学技術というものを考えていきたいと。で、その題材とするのは交通事故です。で、交通事故というのはちょっと環境史としては変わったテーマだろうと思います。これそもそも環境史なんだろうかというふうに思われる方もいるんじゃないかと思います。けれども、まず最初に、はっきり言いたいことはですね、交通事故というのは、環境史の非常に重要なテーマになるだろうと思います。ただこれはこれまであんまり歴史研究がなくてですね、環境史の研究がなくて、今日の私の話は、ちょっと概論的な私が今考えている、アイデアを中心に、どういうふうに環境史的に交通事故を見ると、どういった視点が生まれてくるのかと。で、そこから現在のコロナ問題というのも照らし直してみようと。そういった趣旨でお話していきたいと思います。で、しばしばですね、自動車社会というものが、20世紀に生まれて、それで人間の利便性が飛躍的に向上したということが言われます。移動の、可能性というのが飛躍的に高まっていったと。で、自由にどこにでも遠距離にですね、短い時間で行けるようになったと。で、そういった道具としての自動車がすごく便利だと。それに産業としても非常に経済的に役立っていると。そういったことがしばしば言われます。しかしながら、自動車っていうのはですね、単にその車両としての車だけではありません。これは非常に巨大な技術です。ちょっとここにいくつかリストにしてみましたけれども、まず自動車が走るためには道路がなければいけません。ですから道路を整備して、その上を自動車が、早く走行できるようにですね、舗装しなければいけません。で、今世界中至るところで、道路はほとんど舗装されているわけですね。これは非常に巨大な環境の改変だと言ってもいいと思います。で、さらに沿道にはガソリンスタンドを要所要所に作らなければいけない。で、そこに、油田から石油を、引っ張り上げてですね、そこに配備しなければいけないと。そういった意味でも、環境を非常に大きく変えていくわけです。で、最終的に自動車が走った後には、空気に排出物が、出ていきます。で、それは大気汚染というものを引き起こすわけですから、自動車というのは、単に私たちが走るための道具として利用しているだけではなくて、大きく環境を改変しながら、その中で私たちは生きているんだということが言えます。で、今日はですね、そういった自動車社会というものを巨大な人工的な環境として、見ていきたいと思います。で、その上ですね、そういった人工環境が交通事故という巨大な災害をもたらしてきた歴史と
いうものを振り返って、そこからどういった災害観というものが生まれてくるのか。で、どういった科学技術の見方というものが生まれてくるのかと。で、人間と環境との関係というものをどういうふうに考えればいいのかと。そういったことを今日は考えていきたいと思います。はい。それで、交通事故っていうのは果たして災害と言えるほど、巨大なものなんだろうかと。そういった疑問がもしかするとあるかもしれません。確かに、この10年ほどはですね、かなり交通事故の件数というものが減ってきています。特に死亡者数は減ってきていて、年間3000人ぐらいですね。今、日本国内では。しかし、かつてはですね、巨大な災害で年間1万人以上が死亡していました。で、特に、1950年代から60年代にかけては、これ自動車社会というものを普及していくに従って、大きな、災害として、認識されていたという、そういった時期があります。で、これ左軸が、死亡者数ですけれども、1950年代初めぐらいまでは、2000人から4000人ぐらいで推移していたものが、わずか10年間ぐらいで、1万人以上に増加していったという、これは非常に大きな変化が起こった。年間1万人が死亡しているわけですからね。これはすごい災害だったわけです。で、これ1950年代から60年代の自動車社会の登場と、そこでどのような環境の変化が引き起こされたのかということを、今日の授業では見ていきたいと思います。で、流れとしてはですね、こういった3つのテーマでお話していきたいと思います。まず最初にちょっと大まかな、ちょっとかなり引いて、環境史的に、現在の高速度社会というものを考え直してみようと。そういったかなり引いた見方をした上で、1950年代、60年代に自動車社会が成立したことによって、どのような災害が生まれたのかということを見ていきます。で、最後にですね、この授業では何度もモニタリングというですね、科学技術のもう一つの側面が、作用することによって、私たちを包み込む環境ができているんだという話を何度もしてきました。で、自動車社会においてもそれと同じように、こういった交通事故や大気汚染をはじめとする巨大な災害が生まれたことによって、それをカバーするような科学技術というものが1960年代に整備されていきます。それは私たちの環境全体を覆っていくということになるわけです。で、それを最後に見ていきたいと思います。はい。それではまず、ちょっとかなり、大きな話をしていきますが、高速度社会の環境史ということで、どのようにして、現在の自動車社会が生まれてきたのかということを見ていきましょう。まずですね、ちょっと人類史的に考えていきましょう。人の速度というものを考えていきたい。私たち歩くのは時速4キロぐらいです。で、マラソンが40キロを2時間ちょっとで走るので、時速20キロぐらいです。ですから、時速4から20キロぐらいが私たち人のせいぜいの速度なわけです。で、それを乗り越える方法として、人類が使ってきたのは動物を利用するというやり方でした。馬に乗ればある程度速い時速60キロ程度で移動することができるので、馬に乗るとかですね、あるいは馬車で、車を引いてもらうという、そういった形で、ある程度高速で移動することができる。さらに、大量の物資をですね、大量の荷物を運ぶことができるようになると。そういった動物の助けを借りて移動するというのが、人類史的にほとんどの期間を占めていました。で、それが大きく変わっていったと。もっともっと高速になっていたし、もっともっと、運べる分量も増えていったというのが、18世紀以降のことです。で、その背景にはですね、2つの理由があると思いますけれども、一つは車輪があるということですね。これは車輪の発明というのは、これはどこというのを確定することができません。これ文字があるよりも前から、コロを使って重いものを運ぶとかですね、車輪が、昔の、紀元前3000年ぐらいからもうすでに利用されていたということは分かっているので、これは非常に古い発明としてあるわけです。
で、それに加えて、18世紀になると、蒸気機関が発明されます。で、これによって、飛躍的に、人類の速度というものが上がっていったわけです。で、蒸気機関を走らせるためには、化石燃料というものが必要です。石炭、石油などですけれども、18世紀初めの段階では石炭ですね。で、20世紀になると石油がメインになっていきますけれども、これらの化石燃料は、何億年も前に地球上に生息していた植物であるとか、プランクトンであるとか、そういったものが、空気中の二酸化炭素を固定して、で、地下に埋めていったと。そういったものですね。そういった残骸です。で、それをもう一度掘り起こして、そこからエネルギーを引っ張り出しているというのが今人類がやっていることなんですね。ですから、大気中の二酸化炭素をですね、一旦植物が地下に埋めてくれたと。それをもう一度何億年か後に人類が掘り起こして、そこからエネルギーを取ってバンバン高速度社会を作り上げていくと。それと同時に大気を大きく作り変えていっているというのが、今の状況なわけです。このようにですね、地球史的に見ると、高速度社会というものは、人が早く移動できるようになったと同時に、地球史的にかつて作られた大気をもう一度元に戻してやっているということを今やっているわけです。はい。で、このようにして作られた蒸気機関が、乗用車に転用されていきます。で、もともとはもちろん皆さんご存知のように、機関車に、転用されて、レールの上を走っていくわけですけれども、同じようにそれを、自由に地上の道路を走れるようにしてやったというのが、18世紀半ばに生まれた、蒸気自動車の発明です。で、その動力源はですね、その後いろいろ展開していくわけですけれども、電気自動車もかなり早い段階で発明されていますし、その後ガソリンを使った自動車が発明されて、そちらがその後メインになっていきます。で、さらに、これ有名なことですけれども、20世紀前半には、フォードが大量生産で自動車を生産して、それまでお金持ちの贅沢品だった自動車がですね、大衆でも利用できるような日常的な技術になっていきます。結果として、アメリカでは1920年代にはモータリゼーションと呼ばれるようなですね、社会全体に自動車が浸透していくような状況というものが生まれていったわけです。で、一方日本の方を見てみましょう。で、日本でもですね、実はかなり自動車の導入というのは早いんですね。明治末ぐらいから自動車輸入されていて、それ乗り回す人がいました。それ大体皇族とか、あとはお金持ちの人たちですね。資産家、貴族と、そういった人たちが自動車を輸入して、道路を走っています。で、それを移動の手段として一般化していこうと。それがバスという手段ですね。バスが一般的になっていくのは1900年代以降のことですけれども、最初に京都で生まれたということです。で、当時は乗り合い自動車といってですね、今のバスとはちょっと違って、10人ぐらいしか乗れないような、6人とか10人とか少人数しか乗れないような自動車ですけれども、ともかく、自動車が移動の手段として導入されていったというのが、1900年代のことでした。で、その後、タクシーが生まれたりですね、そういう、一人一人の移動手段として各家庭に自動車があるわけではないけれども、街を自動車が走っているのは普通の光景になっていったというのが、大正ぐらいの時期のことです。で、その結果として速度制限をしなければいけないということで、その取り締まりが始まります。1919年、大正8年の速度制限は時速26キロですね。で、これはかなり遅いというのは皆さんわかると思います。で、これはなぜかというと、当時の道路はですね、自動車以外のものがたくさん走ってるわけです。第八車を引っ張ってる人とか、人が歩いてるとか、つまり人とか荷物を運ぶのがメインなので、その中を自動車がうろうろゆっくり走っていっているというような状況なんですね。ですから、その中をビュンビュン飛ばしていくような状況だとちょっと危ないので、
当時は制限速度はかなり低いです。で、そのような速度でも交通事故は起こっています。1920年代になるとそれは大きな問題になっていって、交通安全を呼びかけるようになったりですね、これ交通事故は災害として認識されるようになっていきます。前回ちょっと話したけど、1935年に防災科学という草書が岩波書店から出ます。で、その中の一冊はですね、いろんな書災といってですね、いろんな災害が入ってるんですけど、その中の一章はすでに交通災害が、一章割り当てられています。つまり1920年代から30年代にかけて、すでに東京をはじめとするですね、大都市では、自動車は普通の光景になっていたし、交通事故もかなり増えていたという状況にありました。で、このようにですね、自動車が環境になっていったというのが20世紀前半の状況だったんですけれども、左側の欧米の自動車の展開と日本の、状況はちょっと違いました。で、これは1960年に、梅沢忠夫という人類学者がいますね。かつて人文系にもいた人ですけれども、彼が名神高速道路が整備されている状況をルポしたエッセイがあります。で、その中に道路の歴史を人類史的に振り返るという、そういった考察を梅沢がしていて、彼は欧米と日本の道路はちょっと違うと。で、欧米の道路は割と整備されているというふうに言うわけですね。で、なぜかというと馬車の歴史というのがかなり長いからだというふうに言います。つまり高速社会というのは自動車の前にある程度動物によって達成されていって、その後自動車が導入されていったんだと。で、それに対して、日本の道路というのは、基本的に徒歩で移動していると。あるいはカゴであるとか。だから江戸時代に日本に来たですね、欧米人とかは、日本の街道はすごく綺麗だというふうに言っています。で、けど、これ車が通るようになっていないわけですね。だから基本的に人が通ったり、あるいは荷車が通ったりと。そういった形で人力の速度というものを前提とした、道路なので、あるいは馬とか牛が引く場合もありました。荷物を。どちらにしろゆっくりした速度ですね。そういった意味では自動車社会になって初めて高速度社会に直面したというのが、日本の経験だったわけです。はい。それが1920年代、30年代までの状況でした。で、それが、もちろんこの時から災害だったわけですけれども、これが劇的に変わっていったというのが1950年代、60年代のことです。で、これはどのような変化だったのかということを見てみましょう。で、まずこの時期ですね、自動車の保有台数というのが、劇的に増えていきます。右軸が自動車の台数ですけれども、で、赤いラインがその変化ですね。で、1940年代後半までほとんど変化していないということが見て取れます。50万台に全く達していないような状況でした。で、それがわずか10年間で約10倍に増えています。450万台に近くまで増えています。つまり、それまで、つまり低速を前提とした道路環境だったものが、突然高速で移動する自動車がバーッと、街中に溢れ返ったというのがこの10年間の状況だったわけですね。で、それとともに交通事故も急激に増えていきます。年間2000人ぐらいですね、1940年代ぐらいまで。で、これも結構大きな災害だと当時は認識されたわけですけれども、その後の数は全く比になりません。1万人を超えるような状況にわずか10年で達してしまいます。で、1961年にですね、1万2000人に達したということで、これは最初の初種を今調べてるんですけれども、交通戦争という言葉が使われるようになります。おそらくですね、1961年、読売新聞が交通戦争という連載を始めていて、それが初めだと思いますけれども、そういった言葉でこの時期の交通事故が呼ばれるようになります。で、これはですね、つまり戦死者と同じぐらい交通事故で死んでいるというふうに、その新聞記事は言うわけですね、読売新聞の。日清戦争の時に、
戦死した人が1万7,000人ぐらいだったそうです。で、それは戦争中全体を通して、それだけ死亡したわけですけれども、この交通戦争においてはわずか1年でそれぐらい死んでいるというわけですね。毎年毎年1万人以上が死亡しているということで、これ戦争と同じぐらい大きな社会的な損失、社会的な災害になっているということが訴えられるようになっていきます。で、これはその中を生きる人にとっても大きな衝撃だったわけです。で、この当時ですね、文学作品をいくつか読んでみると、1960年代には交通事故をテーマにしたものがいくつかあるということがわかります。で、その一つがこの梅崎春夫の狂いだこという小説ですけれども、彼は戦争経験があるので、戦争小説がすごく有名ですね。で、けど戦後を題材にしたものでは交通事故はしばしば出てきて、これその中の一つです。で、道路の風景がその中で出てくるわけですけれども、東京の風景で、私鉄の駅と別の私鉄の駅を結ぶ道路の風景というものが出てきます。それを見るとですね、現在の道路環境とは全然違うなということが見て取れます。かなり粗末な道路だということですね。中央部が簡易包装になっていて、そこを自動車が通っていると。で、両側が砂利道になっていて、そこを人が通っているということですね。で、周りには田園風景が広がっていて、で、その後ですね、主人公の前を歩いている人が、歩道ではなく畑の中を歩いているということですね。で、それくらい歩道がちょっと危ないような状況だったということが見て取れます。で、その後この通りがかったトラックがなんか標識を跳ねて、その標識が前にいた人に当たってしまうという事故が起こるんですけれども、で、それを見て、いろんなことをこの主人公は考えるという小説です。で、ともかくですね、ここから見て取れるのは、当時1960年代の道路環境というのはかなり今と比べると劣悪で、まず歩行者と自動車が明確に分離されていないと。で、さらに子供とかは、道路でよく遊んでいるわけです。ですから、それまで自動車が出てくるより前と同じように生活していると交通事故に遭ってしまうという、そういった状況が、1960年代には生まれていました。で、もう一つですね、この当時の状況にちょっと恐怖を感じた、作家の、記述というものを見てみましょう。で、これ亀井勝一郎というですね、評論家が、エッセイで述べていることですけれども、当時ですね、交通事故の毎日の状況というのが、掲示されていたと。で、これは今もありますけれども、その日の死亡者が何名と、その日の死亡者が3名とか、重傷者18名、軽傷者30名というようなことが警察署の前に掲示されていると。で、これを見ると恐怖を感じるということをこの人は言うわけです。で、例えば水爆の実験で、放射能の値がこれだけとか、これから外出しちゃいけないよというようなことが出てくるんじゃないかというようなですね、そういった恐怖ですね、そういう、冷戦時代の軍事的な脅威の恐怖と、交通事故の恐怖ほとんど同じものだというふうに彼は述べているわけですね。で、この現在から見ると交通事故にこれだけ恐怖を感じているというのはちょっと過剰反応のように見えますけれども、けれどもやはりこの 3.11 以降のですね、放射能の状況とか、現在のコロナの状況とか、外出しちゃダメとかいうようなですね、そういった状況を見てみると、やはりこういった恐怖がですね、ちょっと実感を持って伝わってくるんじゃないかと思います。で、こういった恐怖がですね、増幅していくのが現代文明の宿命ではないかということを、この人は言っているわけです。で、このようなですね、自動車環境によって生み出された一つの災害が、交通事故でした。で、当時の人たちは、このように恐怖を感じていたわけです。はい。で、もう一つの、そういった自動車社会がもたらした、災害、公害としてはですね、大気汚染というものがありました。で、大気汚染自体は、
必ずしも自動車社会とともに生まれてきたものではありません。工場から出てきた焙煙というものが、1920年代頃から問題になっています。これ石炭を燃やしたことによって、空気が汚染されるという問題ですけれども、特に大阪などでは、大正期から問題になっているので、これ計測も始まっていますし、あと規制も始まっています。けれども1950年代になると、新しいタイプの大気汚染としてスモッグというものが登場してきます。これはスモーク、煙と霧、フォーグを組み合わせた用語で、20世紀初めにロンドンで生まれた言葉ですけれども、東京でもスモッグが見られるようになってきたと。それは1955年がおそらく最初の発見というかですね、スモッグが見出された時点だと思います。で、この日にですね、朝日新聞の夕刊に出ていますけれども、こういうふうに書いているわけですね。東京にもスモッグが出てきたと。で、工場の煙突の煙とか、暖房用ストーブの煙、あと自動車からの排気ガスがその原因だというふうに指摘されています。で、その後1960年代を通じて、自動車による大気汚染の問題というものが非常に社会的な問題になってきます。で、これかつての焙煙問題とはちょっと違って、新しい物質がですね、大気中に放出されているわけです。ガソリン由来のですね、新しい物質として、一酸化炭素であるとか硫黄酸化物とか窒素酸化物という、そういうガソリンの燃焼によって、もたらされる、大気の改変というものが、1960年代ぐらいから問題になっていくということになります。はい、ここまでですね、自動車社会の成立によって、2つの環境の改変というものが問題になってきたという話をしてきました。一つが交通事故ですね。もう一つが大気の改変です。で、それに対してどのように科学技術が対応していったのかと。そこで登場したのがモニタリングですね。この授業ではおなじみの概念になってきましたけれども、環境全体がモニタリングの対象になっていくということが、この後起こっていきます。で、まず大気汚染の方から見ていきましょう。自動車による大気汚染が問題になってから、特に東京、大阪などの大都市では、最初は人が計測していくわけですけれども、これ自動で行われるようになります。自動計測器を各所に配置して、常時測定していきます。で、これ最初は電話で数値を集計していたんですけれども、今ファックスでコロナを集計しているみたいに、電話でやってるともう全然追いつかないということで、これ伝送システムを作っていきます。で、これ自動的に集計していくというシステムができて、かつ自動的に社会にフィードバックしていくと。電光掲示板が各所に設けられます。それで今の大気汚染の状態というものがいろんなところで掲示されていくということになります。で、今でもちょっと多分、私は見たことないんですけれども、いくつかの場所にはまだ残っていると思いますけれども、こういった大気モニタリングの状況というものは、常にその中に生きる人たちにフィードバックされるような状況というものが1960年代には生まれてくるわけです。で、こういったですね、空気のモニタリングというのが60年代にすぐに始められた理由というのは、これ歴史的な経験が実はあったからです。1960年代以前に、空気が人工的に改変されていた場所というのがすでにあったと。で、それは石炭を掘り出す炭鉱です。炭鉱はですね、もちろん日本では、明治以降に非常に産業化されていくわけですけど、江戸時代にも多少の石炭の採掘はありますが、九州などで、特に明治期になってから九州や北海道を中心にして、巨大な炭鉱というものが作られていきます。で、それとともに炭鉱内の、つまり穴の中の空気に由来する巨大な災害というものが生まれてきます。炭鉱というのはですね、地下にスコップで掘り下げていって、ツルハシとかで掘り進んでいって、石炭を掘り出していくような、そういったイメージがあるかもしれませんけれども、少なくとも20世紀、19世紀末からですね、20世紀にかけての炭鉱というのはもう巨大な工場になっていきます。
地下何キロにもわたって、巨大な穴を掘り進めていくと。で、中に、レールを敷き詰めてですね、で、鉄道を通すわけです。で、そこで、石炭を採掘して搬出していくということをやっていきます。で、それだけ巨大な穴になっていくと、その空気が汚染されると、炭鉱の中に広がっていくですね、巨大な穴の中の空気全体の中に可燃性の物質が充満すると、巨大な爆発につながってしまうわけですね。で、日本では1890年代以降、福岡県などで、巨大な炭塵爆発というものがたびたび起こります。で、これは1回の爆発で数百人が死亡するようなですね、そういった巨大な災害です。特に大きかったのは1918年でしたかね。大正期に北条炭鉱という、九州の炭鉱で、福岡の炭鉱で、800人以上が死亡するような、巨大な災害が起こります。で、こういった巨大爆発事故というのは1960年代まで、かなり頻繁に起こっていて、例えばですね、1963年には三池で、やはりこれ九州大牟田ですけれども、巨大な炭塵爆発事故が起こって、500人近くの人が死亡するという事故が起こりました。で、こういった爆発において、問題になるのは炭塵というですね、石炭の粉であったり、あるいはメタンという石炭の採掘に伴って出てくる、可燃性のガスなわけです。で、こういった炭塵やメタンを計測する機器というものは、20世紀の前半ぐらいから、炭鉱の中に整備されていきます。で、同時に、炭鉱の中で火災が起こったり、爆発が起こったりした後には、不完全燃焼で一酸化炭素が発生します。で、一酸化炭素はですね、それで、自主的に窒息するような形で死亡していくわけです。ですから一酸化炭素の濃度というのも常に炭鉱内では計測しなければいけないということで、その計測システムというものも、生まれてきます。で、それをネットワーク化して、いろんなところで、炭鉱内のいろんなところで測ってですね、で、それを中央に情報を集約して、で、常にモニタリングしていくようなシステムというのが、この三池の爆発事故の後ぐらいから、炭鉱では確立していきます。で、ちょうど同じぐらいに都市でも同じようなシステムが生まれていったということですね。炭鉱の穴の中と同じように、そこでモニタリングシステムが確立するわけです。つまり化石燃料を掘り出している場所、地下の掘り出している穴の中と、それを利用している地上の大気中の空間というものがほとんど同じような状態になっていくわけですね。いろんな物質によって人工的に変えられていくと。で、それが人体に対して危険をもたらすのでモニタリングしなければいけないということで、1960年代に地下と地上両方で、空気のモニタリングシステムというものが、確立していきます。はい。これが大気のモニタリングが、1960年代に確立したという話ですけれども、同時にですね、もう一つ面白いのは、人もモニタリングの対象になっていきます。そういった空気のモニタリングはですね、人間の外部にある空気だけではなくて、人の体の中の空気も、常に測定しなきゃいけないと。そういったモニタリングの対象になっていきます。それなぜかというと、飲酒運転が問題になったからです。これ1961年の統計ですけれども、飲酒による事故というのが非常に多いということがわかります。死亡事故の場合には、この年は、1万2000件以上ですね。つまりこれだけの人が死亡しているわけです。で、その中で、飲酒が原因であるものは、1000件以上ですから、10% 弱がですね、飲酒が原因で死亡事故が起こってしまっているという状況が、起こっていることが分かってきます。あと、お酒を飲んで、道路に寝るとかですね、そういった人もいるので、それで惹かれてしまうというようなことも増えていきます。で、これはそれまでなかった環境が新たに生まれてしまったので、飲酒という古くからの文化的な習慣とバッティングが起こっているわけです。高速の機械を人が運転するという状況は、これ人類史上初めての経験です。で、それも一般の人がですね、免許さえ取れば、公道を走れるような状況が生まれているわけですね。
その一方で、何かあったら一緒に飲むというのは、古くから習慣ですから、酒を飲んで運転しちゃう人も出てくるわけです。となると、その海面で、飲酒事故というものが非常にたくさん増えてきます。で、それに対して何らかの規制をしなければいけないと。で、もちろん、これ自動車が生まれた時点から酩酊状態で運転しちゃいけませんよという、そういった規制はありました。けれども、1960年代になると、それを科学的に線引きをしていくということが起こっていきます。で、それは大気汚染と同じようにですね、人の肺の中の空気もまた線引きをして、安全と危険の境界線が作られていきます。で、これ1960年から始まったことですけれども、酒気帯び運転という状態が定義されて、これ呼気中のアルコール濃度で定義されます。で、これはですね、かなり長い間生理学的な実験が行われて、血液中のアルコール濃度と呼気中のアルコール濃度が相関しているとかですね、あとアルコール濃度が一定以上になると事故を起こす確率が高いというようなことがですね、統計的な調査から分かってきたので、それで基準値というものが設けられていくわけです。これは他の国の統計をもとにしたり、あるいはこれは実験をやったりしてですね、日本国内で実験をやったりして、このような基準値が作られていきます。で、この時点ではですね、酒気帯び運転で、事故を起こすと罰則という形だったんですけど、10年後からですね、酒気帯び運転をしているだけで、罰則が、課せられるようになります。で、そこで各所で呼気中のアルコール濃度の測定、モニタリングというものが行われていきます。で、ここで、ちょっと興味深いのはですね、こういうアルコール濃度の測定はいろんな機械があります。これ1930年代からアメリカなどでは開発されていて、風船に息を吹き込んで、それをなんか試験管に通して、検査するというような、そういった、機器が作られますけれども、日本ではまた独自なアルコール検知管というものが開発されていきます。で、これは炭鉱で利用されていた一酸化炭素の検知管をですね、転用して、それと同じものを利用していくというやり方でやっていきます。で、これと同じような技術はイギリスなどでもやられているわけですけど、日本ではこれ非常に長い間検知管という方法で人の呼気のモニタリングがずっと続けられていったわけです。はい、このようにですね、運転する人を変えていくと、運転する人を科学的に管理していくというだけではなくて、街に生活している人全体を変えていくということも1960年代を通して行われていきます。で、それまでなかったような高速度社会というものが生まれてきたので、非常に危険な中を私たちは生き延びなければならなくなりました。で、特に危険だったのは子供です。で、それをですね、宇沢博文さんという経済学者が、これ非常に有名な本で、自動車が社会的に非常に負担を強いているという、そういったことを告発した本を1974年に書いていますが、その中で、子供たちが生活スタイルを変えているんだということを言っています。こういうふうに言っています。都市と農村等問わず、子供たちにとって自動車を避けるという技術を身につけることが生きていくためにまず必要となっていると。で、それまで道路というのは遊び場だったわけですけれども、そこは自動車によって占有されているので、代わりの遊び場もないと。で、学校でも家庭でも自動車に注意するようにまず最初にしつけられると。で、当時、いろんな形で、交通教育というものが行われるようになって、そういった高速で自動車がビュンビュン飛び回るような社会の中を生き延びていくための生活スタイルというものを内面化していきます。で、これは一種の新しい生活様式ですね。で、これは我々は内面化しているので、それはあんまり気づかないんですけど、これは例えばお子さんとかお持ちの方は分かるようにですね、これ小学生とか幼稚園の子供にとっては大変なことです。こういったことを身につけさせるということは。で、現在の歩道と車道が分離されている社会でも、結構大変なことですから、当時のですね、まだ非常に危険な環境の中ではですね、非常に子供にとって新しい生活スタイルを身につけなければいけないという、そういった状況だったんだろうと思います。
はい。ここまでちょっといろんなことを駆け足で見てきたので、ちょっとまとめ直して、ちょっと思考整理していきたいと思いますけれども、まず、自動車社会というのは何だろうということを今回の授業では考えてきました。で、これはかつて人類史上、あるいは地球の歴史史上ですね、なかったような事態で、化石燃料を地下から地上に掘り出してですね、でそれを爆発的に燃焼させることによって生まれてくるエネルギーを使うというですね、そういった新しい状態がもたらされているのが自動車社会です。で、それによって2つの災害が起こりました。一つは大気汚染で、もう一つは交通事故ですね。で、それぞれに対して網をかけていくような状況というものが生まれてきます。大気をモニタリングすると。で、同時に人も管理していくと。で、人の行動様式も変えていくと。そういった形で災害に対応していこうとしたわけです。で、これは毎年毎年1万人が死亡していくような交通事故の場合はですね、そういった巨大な災害でしたけれども、これ事後的に対応していったわけですね。これ事前に対応するということはしなかったわけです。自動車の場合には。で、事後的にいろんな対処の方向やモニタリングを展開することによって、私たちの社会の中に災害を吸収していったわけですね。で、このような自動車社会の成立は地上が地下と同じようになってしまった状況だということが言えます。炭鉱の中と同じように、空気が変えられると。で、あと危険がいっぱいの世界になると。高速度でいろんなものが走行するような状況と。そういった世界になっていきます。で、そういった意味で、地下の災害が地上にもたらされていったというのが、20世紀の自動車社会の確立だったわけです。で、それと同時に、地下の科学技術が地上にもたらされたというだけではなくて、つまり移動の科学技術がもたらされたというだけではなくて、モニタリングの科学技術も両方に共通しています。炭鉱のモニタリングと地上のモニタリングというものは、ほとんどこれ同じ技術が転用されて、空間全体をカバーしていくわけです。はい、こういった地上が地下になっちゃったというのが、今日の話でした。これは二重の意味で。物質が運ばれていって燃焼されていくというのが一つの意味。で、もう一つの意味は、モニタリングの科学技術が空間全体を覆い尽くしていくというのがもう一つの意味です。で、このようにして、対応してきた。このようにして、二重の科学技術で作られてきた世界。現在どうなっているのかということを最後に見てみましょう。大気のモニタリングはですね、現在も続いています。でもこれは大気汚染というのは現在あまり問題になることはないので、ほとんどの人はご存じないんじゃないかと思いますけれども、今も同じようにですね、特に都市部の各所、あと主要道路の周辺ではですね、大気のモニタリング続けられています。で、環境省のホームページを見れば、今でも、毎日の状況というのをチェックすることができます。空豆くんというですね、空を豆にチェックするシステムというものが今できていて、それで、いつでもチェックすることができるわけです。つまり、我々気づかないけれども、そういったモニタリングの網の中を現在でも生きているわけですね。で、それから交通事故ですね。これは、もちろん飲酒運転のモニタリングだけではなくて、様々な要因で、この50年間で、徐々に減少してきました。かつては年間1万2000人が死亡していたのが、現在では年間3000人ぐらいが死亡しています。で、現在もですね、かつて、亀井勝一郎が衝撃を受けたような、死亡者数の統計というものは毎日いろんなところで目にすることができますけれども、これは日常の風景になっていて、これに恐怖を感じるとか、ここからいろいろ考えちゃうという人はちょっと、あまりいないと思います。けれども、これはかなり数は減少したとは言ってもですね、やはり同じような災いというものは現在も続いているわけです。でもこれは一人一人にとっては災いだけれども、社会全体にとっての災害としては、ほとんど注目されることがなくて、日常の中に埋め込まれている災害です。
ここから現在のちょっとコロナのことも考えていただきたいと。で、今回ですね、コロナで、非常に不安が広がったわけですけれども、毎日何人という数が出るたびにちょっと私が思い出したのがこの交通事故のことでした。やはり交通事故でも毎月、毎日どこかで何人か亡くなっていると。で、おそらくコロナもですね、これからどういう状況になるかはわからないんですけれども、もしずっと続いたとしたら、何らかの形で日常の中に埋め込まれざるを得ないだろうと思います。ずっとモニタリングを続けながら、日常的なものとして付き合っていくということになるんだろうと。その時、交通事故と同じように、忘れ去られてしまうのかと。そういったことをちょっと考えてみたいと。そういったことから災害のあり方ということを考えてみたいというのが本日の授業の趣旨でした。はい、以上でちょっとオープンクエスチョンで終わりますけれども、今日の授業を終わりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。で、今日の話はですね、ちょっと私まだ進行中の研究を、話したものなので、これからまとめたいと思ってますけれども、先行研究としてはこういったものがあります。はい、関心がある方はご覧ください。はい、じゃあ以上で終わります。じゃあ質疑応答に移りましょう。はい。ですね、まず、当時排気ガスの危険性というのはどれくらいまで把握されていたんだろうかと、悪影響が出てきて初めて対処し始めたんだろうかという、質問がありました。で、いや、これは実は結構把握されています。というのは、やはり炭鉱での経験などがあるので、どれくらいの空気の変化によって人体に影響が出てくるのかということは分かっているので、すぐにですね、対応する専門家というのが登場するわけですね。で、彼らのほとんどは炭鉱だけではないんですけど、労働環境の健康を研究していた人たちです。でもこれ労働科学と呼ばれるような領域の人たちですけれども、炭鉱だけではなくてですね、空気環境が悪い、労働現場というのはたくさんあるんですね。例えば当時問題になってたのは、印刷所の食事庫とかですね、活字の粉が飛んでくるので、当時は活版で、食事庫の人たちは活字を拾ってですね、印刷を作っていくので、その時に金属の粉が空気中に舞っているというような状況があって、そういったことを研究する人たちが、すでにもうすでに戦前期から、そういった労働科学の研究というのが行われていて、空気の環境への影響というのはかなりよく調べられていました。ですから、大気汚染が問題になった時には、まず彼らが参入してくるわけですね。そういった意味で全く思ってもいなかったようなことが突然起こったわけではありません。あと労働科学の専門家と、あともう一つは気象の専門家ですね。やはり、これは大気の中で汚染物質がどういうふうに流れていくのかということが研究の対象になるので、気象研究者たちと、そういった健康の研究者たち、そういった人たちが排気ガスの研究へと移動していきます。はい。すいません。ちょっと新しい方の質問から。自動車災害が地球の炭鉱化、地上の炭鉱化とすれば、
コロナ対策は地球の世界の何かなんでしょうかと、これは面白い質問で、何かなんでしょうね。ちょっと考えてみたいと思いますけど、一つはなんかキーワード的になんか面白い単行化みたいなことはちょっと言えないんですけれども、地球上の生物の境界線がなくなっている状況ではあると思いますね。動物との境界が低くなると。で、動物と簡単にウイルスをやり取りしてしまう。そういった、生物共存世界ですかね。もっといい言葉があるかもしれませんけれども、そしたらミックス化されたような状況というものがあると。で、それによって生まれてきているような状況というのが、今の病気の状況なんじゃないかなと思います。はい、ちょっともう一度最初の方の質問に戻りましょう。はい。いろいろ。重要な質問がいくつかありますけど、一つちょっと面白いコメントですが、モニタリング結果の公表は単なる事実の告知ではなく、自己管理あるいはコミュニティによる監視の促進の意味を持っているわけですから、日常化というのは災害に対する責任主体の変化としても捉えるべき現象ではないでしょうかということですね。そうですね。やっぱりモニタリング結果が常にフィードバックされているということは重要で、これは一人一人が監視の主体になっていると。これ監視の客体であるという同時に主体になっているわけですね。監視される対象であると同時に、それに対して何か行動しなきゃいけないんじゃないかと。つまりちょっと増えてるから外出を自粛しようとか、そういった対応をしなければいけないような、そういった機能をフィードバックは持っているだろうと思います。で、これは主体の変化と言って、そうですね。情報を受け取る側から見ると、その判断できる主体かと言えるかもしれませんけれども、システム全体から見ると、システムの情報の流通をぐるぐる回すようにして、より円滑にシステムをフィードバックしていくと。システム全体を機能させていくという、そういう効果を持っていて、主体がどこにあるのかというのは実はよくわからなくなってきます。一人一人が主体的に判断しているようでも、やっぱり情報に振り回されてですね、判断せざるを得ないような状況に追い込まれていくわけですね。そういったものとして考えていくべきなんじゃないかなと。もちろんこれ主体の問題ということになってきますね。科学技術と主体という非常に重要な問題になってきます。
他にもちょっといろんなコメントがあってですね。モニタリングっていうのは単なる観察の結果に過ぎないので、その後どうするかが大切なんじゃないですかというコメントもありますが、もちろんモニタリングして、それは常にフィードバックされてですね、で、それでフィードバックというのはさっき言ったような市民にフィードバックというだけではなくて、専門家の方にもフィードバックされて、そこから規制値がどんどん変化していくわけですね。で、大気汚染の場合にはもうかなり何度も何度も繰り返されてきた、そのサイクルによって、モニタリングの体制というのはかなり確立されていて、そこにあんまり変動というものはないような状況になっていると。で、コロナの場合には、これ今グラグラですよね。どういう対応を取ればいいのかとか、そこからどういうふうに基準値を作っていけばいいのかというのは、これから作られるのかどうかすらもよくわからないけれども、それと同じような状況が今起こっているんだろうと思います。うんうんうん。事故と災害の違いは規模だけでしょうかという質問がありますが、そうですね、これも災害の定義の問題になってきて、ちょっといろいろ、これは皆さんも考えていただきたいことなんですけれども、やはり社会が大きなインパクトを受けるような、被害というのが災害になってきます。ですから、それを吸収するようなシステムが確立すればするほど、実は災害っていうのは災害ではなくなってきます。これ一人一人にとっては災いなわけですけれども、それでも災害ではなくなってくるわけですね。そういった意味で科学技術社会というのは災害を吸収してしまうようなシステムを持っていて、それが素晴らしいことなんだろうかというのがこの授業全体の、私が考えていることですね。でもちろんそうするしかないんだけれども、果たしてそれをどう考えればいいのか、これは人文学の主題なんだろうと思います。はい。ちょっと面白い質問としては、この授業では、シミュレーションの話をしてきたので、発生予測を交通事故に対して、やるということはないんだろうかという、そういう質問がありますね。で、これはちょっと見たことがないです。やはり、もしかしたらあるのかもしれないですね。ただ、公衆衛生の人が交通事故に対して発言していたのは、それシミュレーションとはちょっと違うけれども、次の年にどれくらいの交通事故が起こるかというのは、全体的に予測することができると。で、突然ガッと減ったりはしないと。で、これはちょっとシミュレーションとは違うと思いますね。はい。そういった意味では気象学とか、前回お話した、害虫の予測みたいなものとは、そういう技術ではない。この交通事故の場合には割と古典的な技術ですね。計測して統計して統計を取ってで、それで増減を見たりして、監視していくという、そういう泥臭い技術というものが今でも定着しているというのが、状況だと思います。はい。コメントで答えてくれてる人がいて、交通事故の多発地域などは、予測されているということですね。はい。もうちょっと答えていきましょうか。
はい、他にもちょっと重要なコメントがいくつもあって、皆さんもお互いのコメントを見ながらいろいろ考えてほしいんですけど、こういうふうに移動や、個人の行動もいろんなところが監視されている状況で、人は常にモニタリングの対象になってしまっていると。で、それは自由と呼べるんだろうかという、コメントがありますね。そうですね。ちょっとこれは児玉さんのテーマになると思いますけど、プライバシーの問題なども絡んできますと。で、特に今の COVID の場合にはプライバシーを、犠牲にすることによって、うまく管理していくという、そういったやり方が一つの方法として残されているんじゃないかと思うので、そういった社会の在り方というのをちょっと考えていくというのも重要になってくると思いますね。で、自動車社会というのはもちろん監視されている社会ですけれども、それでもまだ人がアルコール濃度を検出するとか、警察官が取り締まりをするとか、割と古典的なやり方をやっていて、もちろん中国などでは速度制限を超えるとですね、監視カメラがすぐに撮影されてしまうと。日本でも高速道路などにはありますけれども、そういった形での監視というものは進められていると思いますけれども、そういった監視社会をちょっとどういうふうに考えていくのかというのは、この授業も含めてですね、科学技術社会あるいは COVID 全体を考える上で重要なテーマかなと思います。はい、あと災害の政治利用の問題とかもコメントがあって、政府や科学者が取捨選択して情報を公開すると、モニタリングが政治利用されてしまうのではないかというコメントもありますね。そうですね。もちろんそういった問題もあるんじゃないかと思います。あと、モニタリングの解釈の問題ですね。これは政治的な判断というのがかなり入ってくるので、そこをどういうふうに評価していくのかということですね。で、これは実は科学だけでは決められない問題なんですよね。境界線をどういうふうに引いていくのかというのは、あるいはどれくらいのリスクを避けるべきリスクと考えていくのかというのは、科学だけでは決められない問題なので、これは政治と科学との関係の問題ということになってくると思います。はい、ちょっと時間をオーバーしましたけど、質問にはお答えしたんじゃないかなと思います。はい、だいぶ回数も重ねてきて、議論も熟してきたんじゃないかと思います。で、これまで4回テーマを見てきて、皆さん受講生の皆さんもだいぶ固定されてきたような感じがしますけれども、内容もよく理解して伝わっているんじゃないかと思います。で、最終回私の災害についての考え方というのを、ちょっとまとめてみたいと思います。で、次回ちょっと重要な回にしたいと思いますので、ぜひご参加いただければありがたいです。それでは来週どうぞよろしくお願いします。